今回はランウェイの Gen3 で使えるプロンプトをカメラアングルを中心にご紹介します。前回の動画で Gen3 の使い方や概要をご紹介しているので、見ていない方は先にそちらをご確認ください。公式ガイドを軸にいろいろと検証してみたのですが、まずはこちらの動画をご覧ください。このようにほぼ同じプロンプトでもカメラアングルの指定を変えると動画の印象を変えることができます。画像生成 AI と同じように動画生成 AI でもプロンプトの指示出しが最重要になると思います。細かい部分をこだわることで動画のクオリティも全体的に上がると思うので、よければ参考にしてみてください。それでは早速公式から出ているプロンプトガイドを確認していきましょう。Gen3 の生成画面を開くとプロンプトを入力する部分にガイドと書かれた項目があります。まずはこちらを確認してみましょう。ページに遷移して日本語翻訳するとこのような画面になります。まず Gen3 で有効なプロンプト構造について理解しましょう。と言ってもとても簡単なので安心してください。例を見てみるとこのように記載されています。カメラの動きを指定して具体的なシーンを記載します。最後に補足があれば付け足すといった形が基礎構造になるようです。英語でも確認するとこのような形になります。カメラの指定の後はセミコロンで、その後はピリオドで文章を終えるのが基本ということです。ではこちらの基礎構文を押さえたら早速具体例で確認してみましょう。わかりやすいように先ほどのサンプルをコピペして進めていきましょう。先ほどのサンプルページに戻るとカメラアングルの例をいくつか記載してくれています。左側にキーワードがあり、それを用いて生成した動画が右側に表示されています。ひとまずこちらの船が海を渡っている動画を再現してみましょう。カメラの部分にハイアングルを入力します。具体的なシーンの部分には船が海を渡るという趣旨の英文を入力します。最後に詳細を加えましょう。ここでは簡単に海の波というプロンプトを追加してみます。それでは早速生成してみましょう。数分待っていると動画が出来上がりました。サンプルの動画とほぼ同じような動画が生成できたのではないでしょうか。しっかりとハイアングルで船が海を渡っている様子が再現されています。4つほど作ってみましたが、ほぼ同じ完成度です。このように基礎構文をもとにプロンプトを入力していくことが非常に重要だと思います。大まかな流れが分かったところで他のカメラアングルについても見ていきましょう。続いてはローアングルというプロンプトです。ハイアングルと入力していた部分をローアングルに変更して生成してみましょう。出来上がった動画がこちらです。船の下から撮影したような動画が生成できました。ハイアングルとは違い、船の迫力を伝えることができます。比較してみるとこんな感じです。ほとんど同じプロンプトなのにカメラアングルを変更するだけでもかなり印象が変わります。ショート動画などで AI 動画を作る際はこのようなカメラアングルの使い分けが非常に重要になります。ローアングルはもう少し日常的なシーンなどにも使えます。こちらはローアングルというプロンプトをベースに違う状況を生成してみました。このようなアングルの動画が少し間に挟まるだけで動画全体の質が上がるので、ぜひ活用してみてください。また今回使用しているプロンプトのフルバージョンはノートかブログで全文を記載する予定なので概要欄からご確認ください。それでは他のカメラアングルも試してみましょう。オーバーヘッドというプロンプトはハイアングルと似ているニュアンスですが、どのような違いがあるでしょうか。またドローンショットというプロンプトでも試してみます。こちらはミッドジャーニーなどではかなり有効なプロンプトだったのですが、Gen3 ではどうでしょうか。出来上がった動画を比較してみるとこんな感じです。オーバーヘッドの方がより真上から撮影されている印象があります。またドローンショットの方はドローン特有の回り込んで撮影するような技法をうまく再現されているように思えます。せっかくなので先ほどの動画とも比較してみましょう。並べてみると違いが結構明確になると思います。カメラアングルはとても細かい要素ではあるのですが、こういった繊細な部分までこだわれるか否かで
動画全体のクオリティが大きく変わると個人的には思います。次は FPV という項目を見ていきましょう。サンプルの動画を見ても使用用途がよくわからなかったので GPT で聞いてみます。するとこのような回答が来ました。どうやらドローンやラジコンなどに取り付けて撮影するような手法のようです。使用用途のサンプルも教えてくれたので、こちらのドローンレースという項目を再現してみましょう。生成画面に戻ってこのように入力してみました。ドローンレースをおもちゃの公園で行っているという趣旨のプロンプトです。生成された動画を見てみましょう。GPT の説明通り、自分がその模型に乗っているかのような視点で動画を生成してくれました。動画を作るまでは個人的にもあまりピンときてなかったのですが、かなりダイナミックな映像を作るのに適していそうです。次はハンドヘルドというプロンプトを見ていきましょう。先ほどと同じように GPT で聞いてみます。回答を見てみると、どうやらハンドヘルドは手持ちカメラでの撮影を表現できるようです。スタビライザーなどを用いない表現のため、手ブレが映像に反映される特徴があると記載されています。では、こちらも簡単なプロンプトで試してみましょう。女性がビーチで歩いているという趣旨のプロンプトを入力してみました。では、出来上がった動画を見てみましょう。作る前に想定していたような動画が完成しました。女性の顔や体型が破綻しているのはスルーしますが、実際に iPhone などのカメラで撮影しているような動画になっています。手ブレがない綺麗な映像もいいのですが、このようなプライベート風なシーンでは、あえて手ブレさせることでリアルなワンシーンを表現できます。猿が動物園でバナナを食べているというシーンでも作ってみました。実際に動物園に行って撮影しているようなリアルな映像が出来上がりました。スノーリカムというプロンプトも気になったので、こちらを見ていきましょう。GPT によると、カメラを被写体に取り付けて撮影する技法とのことです。サンプルのように被写体が固定され、背景に動きをつけたい時に使うと効果的なようです。それでは、男性がジャングルを走っているというプロンプトで試してみましょう。しばらく待っていると動画が出来上がりました。サンプルと似たような構図で緊迫感のある動画が生成できました。被写体に取り付けるというよりは自撮り棒で撮影しているような構図ですが、逃げるシーンなどで使い勝手が良さそうです。ちなみに男性の部分をドラゴンや恐竜に変更して動画を生成してみましたが、あまりうまくいきませんでした。これに限らずですが、カメラアングルのプロンプトなどは他のプロンプトとの相性が重要なようです。今回ご紹介したように GPT などを用いて適切なシーンを提案してもらうとうまくいく確率が高まると思います。他のプロンプトもいろいろ試してみましたが、動画だと長くなりそうなのでノートにまとめました。検証結果を随時追記していく予定なので、概要欄のリンクからこちらもチェックしてみてください。また、カメラアングル以外にもいろいろと検証をしていきたいと思うので、気になるプロンプトなどがあればお気軽にコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。